初めてのカバディに参加したレイムだったが、相手の反則と予想外のレイムの活躍で、前半でいきなり6点差をつけることに成功する。しかし、それに慢心したレイムは、マリサの忠告を聞かずに後半戦に突入してしまう。その結果、レミリアは相手のタックルの餌食に、レイム自身も相手に捕まってしまい、結果、チームは一度全滅してしまう。改心したレイムは守備を一から学び直し、さらなる活躍を決意する。まさかヒロアカの内通者が相手だったなんて。そしてヒロアカの内通者の正体とは誰なのか、気になる後半戦が、今、始まる。さあ、点差も追いつかれてきたし、ここは守りきるぜ。マリサ。何度も申し訳ないんだけどちょっといい？なんだ、もう相手のレイドが始まってしまうぜ。まず最初のオープニング動画は何だったの？ああ、そんなことか。レイムは昔のドラゴンボールのアニメを見たことがあるか？私は見たことはないわね。昔のドラゴンボールのアニメでは、アニメが原作に追いつかないように放送時間30分のうち、前の話のあらすじが10分ぐらい占めていたんだぜ。そして残り20分のうち、10分ぐらいはこの効果音で尺を稼いでいたんだぜ。つまりマリサは何が言いたいの？単なる尺稼ぎだぜ。タックルかますぞーら。それに、気になっていることがまだあるんだけど、まず相手の選手3人はどこに行ったの？ああ、フランたちはポケモンやりたいと言って帰ったぜ。あいつらダイパキッズだったのか。あと最後に、私たちって一応女子よね？まあゆっくりキャラだから判断は難しいところだが、原作の東方プロジェクトでは少女って設定だぜ。カバディに男女混合の試合ってあるの？少し、昔の話に戻るんだが、私の尊敬するとある人物が、こんなことを言っていたんだぜ。小さいことは気にするな。それは勝ち子はお前それ言っていいだろ。まあ実際のところ、ゆっくり動画だとカバディの再現には限界があるんだぜ。私たち顔だけしかないからね。だからいつか、実際のカバディの試合解説動画をしたいんだぜ。ラインアウト、ボーナスラインの超え方、チェーンについて、実際の試合の解説動画。解説しなくちゃいけないことが溜まってるけど大丈夫なの？今、夏休みが明日で終わる小学生の気分なんだぜ。さては全然進んでねえな。さあ茶番はこれぐらいにして相手のレイドからスタートだぜ。そして、相手のレイドの前にレイムに一つ教えなきゃいけないルールがあるんだぜ。何かしら？前々回の動画で、相手の選手が2回連続でレイド失敗したのを覚えているか？覚えているわ。つまり、次の相手のレイドが3度目となるわけなんだが、ここでサードレイドが適用されるんだぜ。サードレイド？簡単に説明すると、これはチームで無得点のレイドが2回続くと適用されるルールで、3回目のレイドにも失敗した場合、レーダーはアウトとなり、アンティ側の得点となるんだぜ。だから相手は得点するために、がむしゃらに動いてくるから注意するんだぜ。わかったって。カバディ、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 カバディ。相手がこっちを見てないって。わカバディ、カバディ。ー。いやー。ごめん。オラのせいで同点になっちゃったって。いやレミリア。相手の死角から狙ったのは悪くない判断だぜ。ただ相手にタックルを仕掛ける位置と箇所が悪かったんだぜ。位置と箇所？ああ、まずカバディでは相手レーダーをなるべく自分たちのコートの奥にまでおびき寄せる必要があるんだぜ。相手のコートに近い位置で捕まえようとしても、変えられてしまう可能性が高いからね。その通りなんだぜ。だからウプ主の考えとしては、ボークラインより手前はレイド側が有利、ボーナスラインより奥は、アンティ側が有利だと思ってるんだぜ。なるほどね。それともう一つ、相手のどこを捕まえるのかも重要なんだぜ。捕まえる箇所？ちなみにレミリア、さっき相手のどこを狙ってタックルした？腰だって。そうだよな。だがカバディでは相手の動きを封じるために、相手の足を狙うのが重要なんだぜ。足？ああ、さらに言うと相手の足首を捕まえられるのが一番の理想形なんだぜ。それはどうしてなの？相手の胴体を捕まえても、相手の足は自由になっている状態だから、相手はアンティを引きずって自陣まで変えられてしまうんだぜ。なるほど、相手の足を押さえれば相手はそこから動けなくなるのね。その通りなんだぜ。さて、今度はこちらのレイドなんだが、レイムに行ってもらうぜ。でも、私さっき捕まったし、ちょっと不安だわ。そうだよなレイム。だがお前は肝心なことを忘れているぜ。肝心なこと？その前にレイムは相手にタッチするとき、どういう風にしている？どうって、普通に手のひらでタッチしているわ。カバディでは手のひら全体でタッチしなくても大丈夫なんだぜ。そうだったの？
まずはカバディの先輩から説明してもらうんだぜ。タッチの判定は体のどこでもいい。服や髪の毛一本かすりでもしたらタッチになる。髪の毛一本。どうだレイム？つまりカバディでは手でタッチを狙わなくても、つま先や指でのタッチや相手の洋服の一部にでも触れればストラグル扱いになるんだぜ。ねえマリサ。これって最初に説明することじゃないの？私の尊敬する人が言ってたんだぜ。小さいことは気にするな。もう言ってはいいわ。そして二つ目のポイントなんだが、レイドは常に安全圏を意識することだぜ。安全圏？つまり相手に捕まってもいつでも自分のコートに帰ってこれるように意識するんだぜ。これは人によって変わるんだが、とりあえずボークゾーンより手前はレイド有利だから、一度敵コートでレイドに失敗したら、ボークゾーン手前でレイドを仕切り直すのもありなんだぜ。なるほど。確かにあまり意識してこなかったわ。そしてレイムが忘れている重要なことなんだが、両サイドのロビーを活用できていないんだぜ。あ、すっかり忘れていたわ。ストラグル後に自分のコートへ戻るために、どうやって1メートルのスペースを活用するのか。それだけでレイドの幅が広がるんだぜ。わかったわ。今度はそこを意識してやってみるわ。カバディ、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 カバディ。また囲まれているわ。落ち着くのよレイム。マリサのアドバイスを思い出して。Kabaddi Raider。ちっちゃいことは気にするな。それ若ちこ若ちこ。ろくなもんがねー。しまったまだレイド中だった。カバディ、カバディ、カバディ。逃げ道を塞がれた。けど、ここなら、カバディ、カバディ、カバディ。やった、逆転したわ。これも私の指導のおかげなんだぜ。ユッティが走馬灯に出てきたけどな。勝ったー。勝てて、すごく嬉しいって。やれやれ。ギリギリの勝負だったな。いつもならお前試合で何をしてたんだと突っ込むところだが今は控えるぜ。レイム、レミリア、初めてカバディを体験してみてどうだった？すっごく楽しかったって。そうね、まだまだカバディを知ったばかりだけど、とても面白かったわ。そう言ってもらえて嬉しいんだぜ。カバディはまだまだマイナースポーツだが、この動画を機に、少しでもカバディのことを知ってもらえると嬉しいんだぜ。それじゃあ動画時間も長くなるし、ここで締めるぜ。ご視聴ありがとうございました。